今回の対決漫画料理チャンネル、テーマはミートソースです。ヤンキーくんと科学ご飯第2巻に出てくる約20分でできる簡単調理、味は本格派のメイラード反応を考えて作るミートソースを再現していきます。ミスター味っ子第1巻に出てくるミートソースと最高の相性はナスで巻くので食べやすさ抜群の本格派ミートソース、ナス巻きミートソーススパゲッティを再現していこうと思います。再現する漫画料理は2品ですが、食べられるのは1つだけです。あなたはどっち派でしょうか？ぜひコメントで教えてください。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。ではやっていきましょう。まずはミスター味っ子のナス巻きミートソーススパゲッティからです。玉ねぎ、人参、セロリをフードプロセッサーにかけてみじん切りにしていきます。後半のヤンキーくんと化学ご飯にも出てきますが、野菜のみじん切りは相当細かくしないと美味しくならないとかなるとか、私にようちゃんみたいな包丁技術はないので科学の力に頼ろうと思います。ミスター味っ子の味王様って結局どういうポジションなのか、結局最後の方まで理解できませんでしたが、結構すごい料理人っていうことでいいんでしょうか。最近ミスター味っ子2を見てえらく現代的になったもんだなと非常に感動しました。陽一くん達観しすぎやろ。野菜を細かくしたらオリーブオイルでニンニクを炒めていきます。味王グループのイタリアン部門主任の丸井シェフにいつものように喧嘩を売って、丸井シェフお得意のミートソースで対決することになったようちゃんですが、このミートソースのレシピはくるみを入れない以外はほぼ丸井シェフのパクリという何とも言えないようちゃんです。オリーブオイルに泡が立ってきたら野菜をぶち込んでしっかりと焼いていきます。子供に得意が押されたぐらいで、イタリアンのシェフが一番得意のミートソースで勝負だとブチ切れるくらいにようちゃんの煽りスキルは高いということでしょうか。ここでしっかりと焼くことが一つのポイントだとどっかのミートソースのレシピで言ってた気がします。いい感じに焼けてきたらひき肉を入れて焼き色をつけていきます。漫画では豚と牛が3対7が黄金比ということでしたが、まあスーパーで売ってた合いびき肉を入れています。両方買うの高かったんです。焼き色がついてきたら塩コショウ、赤ワイン、ブイヨン、トマトソースを加えて煮詰めていきます。丸井シェフの場合はここにくるみを入れるそうです。いろんなレシピを見ても結構これは本格的な作り方だと思います。さすがミスター味っ子ですね。実際の勝負では丸井シェフはさらに大量の野菜を用いており、ようちゃんのミートソースを見てたったの5種類の野菜かと呆れていましたが、いやそれお前のレシピと若干ツッコミを入れたくなってしまいました。ミートソースを煮詰めている間にナスを切っていきます。ようちゃんはこのようにズダーンとやってましたが、危ないのでやめましょう。ただでさえどういう風に切ればいいのかわからない切り方ですので気をつけていきましょう。ミートソースに合う具材が勝負の分かれ目となりますが、丸井シェフはくるみ、ようちゃんはナスで勝負することになりました。くるみ入りのミートソースも今度再現してみたいですよね。なかなか香ばしそうで美味しそうな気がします。ナスを切ったらオリーブオイルで焼き色をつけていきます。これで巻いていきそうですが、本当に大丈夫かよと不安になっております。極厚カツの時もそうでしたが、結構奇想天外な料理が多いミスター味っ子。ミートソースが本格的なだけに非常に心配なところでございます。ミートソースとナスの相性はバッチリですが、小さく切ったらナスの風味が出ず、大きく切ったら水気が強く全体の味が薄れてしまう。これを攻略するためにナスを焼いてパスタに巻いてしまえというのが今回の料理です。ナスを巻くという奇想天外な料理にびっくりですが、漫画では絶賛されていました。そしたらスパゲッティを半分にズダーンとしていきます。ただズダーンとやるとちょっと包丁とかなんかパスタが怖かったので、包丁でゴーっといこうとしたんですが、これ皆さん注意していただきたいんですがですね、この包丁で押し付けようとしますとズドド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 ドということでパスタが飛び散ってしまってシンクの方に全部流れてしまうという悲劇がありましたので、皆さんちょっとぜひここは注意して手でいきましょう。手で折ってください。多分スパゲッティを折るという動画を見たらイタリア人はブチ切れると思いますが、日本では割とパスタを折るというのはキャンプや登山の時など使うので結構なポピュラーな文化だと思うんですよね。これは日本だけなんでしょうか。さあ陽一くんスタイルでアルデンテを確かめていきますが、これちょっとすりガラスだからかわかんないですね。パスタが茹で上がったらパスタをナスで巻いていきます。当然ですが茹でたてのパスタは熱いです。皆さん注意していきましょう。私は陽一くんにはめられたと思いながら巻いています。めっちゃ熱いです。でも意外としっかり巻けてる感があってすごい素敵だなと思っております。見た目はどうかなって言われるとあんま美味しくなさそうではありますが、
さあ、ここで漫画料理紹介コーナーです。いつものように喧嘩をふっかけ、アジオグループのイタリアン主任の丸井シェフとミートソース勝負をすることになったようちゃんです。丸井シェフのくるみ入りのミートソースを打破するために悩み抜いた結果、ナスとミートソースの相性がバッチリということにたどり着きました。しかしナスを小さくすると風味が出ず、大きくすると水分で味が薄くなってしまい、さあ困ったなという時に考えついたのがナスをズダーンからの負けというスパゲッティでございます。そのお味はというと、ナスのほのかな甘みとミートソースの絶妙なバランスが調和され、全く癖のない味でいくらでも食べられてしまうようです。パスタをフォークに巻きつける必要もなく、食べやすいため最高の一品へと仕上がっております。ぜひ相性バッチリのこちらを選んでもらいましょう。さあ、第2ラウンドはヤンキーくんと化学ご飯です。まずはひき肉にドリップがあれば拭き取り、砂糖と塩を混ぜたものをかけて10分ほど寝かせていきます。この砂糖は野菜の代わりをすることになり、玉ねぎと同じ初糖という甘みのため野菜で煮込む必要がなくなるそうです。今回はメイラード反応を考えて時短で作るミートソースということなので、科学的に代用できるものは全て代用するといったテーマだそうです。味っ子の本格的なミートソースを作った後だけに大丈夫という感じしか出てきませんが、これが本格的なミートソースになるそうです。オリーブオイルが泡立ってきたらひき肉を入れますが、この時に極力触らないことがポイントだそうです。焦げ目をつけることがメイランドハンドの担保になるそうなので、極力動かさずひっくり返していきますが、結構難しいです。結果バラバラになってしまいますが、ある程度形は保ったままやった方が良いということでございます。油がすごい出てきましたので、油はちょっと捨てていきます。しばらく焼き目をつけたら小麦粉をかけて、これも焦げ目がつくぐらい炒めていきます。この小麦粉もメイラード反応の担保になるそうなので、それがポイントです。この香ばしさがミートソースの決め手になると言っても過言ではないそうです。今回は子供でも作れるぐらい簡単ということで、確かに包丁を一つも使っていない気がします。材料も簡単、あまり動きがないのですが、味を疑ってしまいますね。野菜入れんでいいの本当にという感じでございます。そしたらトマトジュース、無塩ですね。そしてウスタージュースを入れていきます。トマトジュースの方が甘みがあるそうなので、トマトソースとかトマトを入れるより簡単ということでございます。しかし調味料も本当にこれだけでいいんかねというような感じで、もう非常にちょっと疑問が、ハテナが頭をずっと駆け巡っている形でございます。さあ、そしたら10分ぐらい煮て完成になるわけなんですね。そしたらパスタを茹でていきましょう。疑問は非常にあるんですが、前回のオムライスが本当に美味しかったので、そこはちょっと化学ご飯さんを信じてですね、やっていきたいなと思っております。さあ、そしてこの赤い汁が出ている状態は水分が失われたことで乳化状態を保てなくなった証拠だそうです。茹で上がったパスタを茹で汁とともにミートソースに絡めることで失われた水分が補われ乳化していくという仕組みみたいなので、これがいわゆるパスタを作るときによく言われる乳化というね、耳にタコができるぐらい聞いたことがあるような、ものになります。確かにパスタを作るときに乳化って言葉よく聞きますが、私も犬飼くんと同じでよくわかんねえから一生考えないようにしている単語のうちの一つでございますね。はい、というわけでパスタの方は完成でございますので、漫画料理紹介コーナーに行こうと思います。いつものようにミートソースを失敗した犬飼一家ですが、それを科学的に説明していきます。ミートソースのポイントはなぜ長時間煮込む必要があるのかという点です。その理由はメイラード反応、つまりは焦げ、焼き色のことです。メイラード反応を出すこととトマトの水分を飛ばす、この2種類の理由があるそうです。メイラード反応を省略してしまうと酸っぱいとか甘くないミートソースになってしまうそうです。なので時短の担保を何個か行います。野菜の代わりに砂糖とトマトジュース、メイラード反応の担保によく焼くことと小麦粉を焦がすこと、これにより科学的におおよそ20分で長時間煮込んだような本格的なミートソースが出来上がるという算段でございます。お味は肉しか入っていないので肉感強めもありつつ、甘みとトマトの味がしっかり入っている、まさに若い子が大喜びという味付けだそうです。科学の力信じてみませんか？
さあ最終プレゼンのお時間です。ヤンキーくんと化学ご飯よりメイラード反応を考えて作るミートソースです。野菜なしトマトジュースのみということで不安はありますが、見た目は完璧にミートソースです。メイラード反応を徹底的に担保しているので、長時間煮込んだと同じような仕上がりです。焦げの感じ、肉があり、トマト周りもしっかり入った本格時短ミートソース。今日はこちらを食べませんか？さあ対抗していくのはミスタージックよりナス巻きミートソーススパゲティです。5種類の野菜をじっくりと煮込んだ本格ミートソースです。ナスとミートソースの相性はバッチリで、かつ食べやすさもあります。料理漫画の王道ミスタージックの本格ミートソース、これはもう間違いないでしょう。ナスとミートソースの味わい一緒に試していきましょう。さあジャッジのお時間です。ルールは簡単。特別審査員さんが選んだ方が動画になります。選ばれなかった方は私が裏でこっそりと食べていきます。とはいえ審査員さんは非常に保守な方ですので、こんな奇想天外な料理を選ぶはずがないと私は思っておりますが、果たしてどちらが選ばれるのでしょうか。というかもうほぼほぼ決まってると思いますね。やっぱナス巻きっていうのはちょっと奇想が天外すぎるような。はい、というわけでミートソース科学的なやつに決まりました。いやまあどう考えてもそっちですよねっていう気がしておりますが、さあこちらの方どうなんでしょうかということでございますが、これ本当に超うまいんだけどみたいな、お店で出るレベルやんみたいなことをおっしゃっておりましたね。しかしそんなに時間がかかってない、かつ手間がかかってないということでちょっと疑わしいなと思っておりましてですね、非常に美味しいということで気に入ったということでございますね。で粉チーズやっぱりかけるのがね、やっぱミートソースの王道でございますが、粉チかけるとやっぱ最高、もうたまらないということでいただきましてですね、完食されましたので、今回はこれで終了ということでございます。チャンネル登録高評価大変励みになりますのでぜひお願いします。それではまた次回、さよなら。さあちょっと感想を私の方が述べるというコーナーでございますが、これナスとミートソースの相性と本当にうまいんで合うんですねっていう感じでございますね。このナスの焼き加減とですね、ミートソースの相性が非常にマッチしておりまして、これナスもメイラード反応出とるやんって言って、肉にしかメイラード反応ないやんと